ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 角田裕樹、マイアミグランプリパワーランキング2位に選出。 RB 躍進の立役者は角田、いよいよイモラでトップ5を狙うの話題です。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手はマイアミグランプリのレース決勝の7位を評価されて F1 公式でマイアミグランプリのパワーランキング2位になりました。1位は優勝したマクラーレンのランド・ノリスで、2位は角田選手ともう一人マクラーレンのオスカー・ピアストリでした。角田選手はスプリント予選の SQ2 でリタイアし、RB のチームメイトであるダニエル・リカルドはスプリント予選4番手からスプリント決勝でも4番手となりました。角田選手は15番手から追い上げ、スプリント決勝は8番手になりました。角田選手はスプリント決勝から徐々にリカルドを上回る勢いで形勢を逆転しました。リカルドは予選18番手となり、角田選手は予選 Q3 進出を果たし、予選10番手、グランプリでは見事に7番手を獲得しました。パワーランキング1位のランド・ノリスはマイアミグランプリで110回目のレースで優勝を果たしました。レース中盤にセーフティーカーが導入された幸運もありましたが、再スタート時にマックス・フェルスタッペンを防御し、そのまま逃げ切った走りは称賛を得ています。レース序盤、マクラーレンのドライバーの中で最も番狂わせを起こしそうだったのはノリスのチームメイトのピアストリでした。しかしセーフティーカーが不利に働き、順位を下げたピアストリはフェラーリのカルロス・サインツと接触し、後方に下がってしまいました。角田選手はマイアミでのビザキャッシュアップ RB のペースに満足し、チームはトップ5チームの集団を突破できると信じています。角田選手はマイアミでの F1 レースを終えた RB の躍進を絶賛し、チームがこのまま調子を上げていけば近いうちにトップ5チームにアタックできると信じているとモータースポーツトータル .com が報じています。2024年シーズンの最初のレースでは F1 フィールドは2つに分かれ、特別なことが起こらない限り前半のチームがポイントを獲得していました。RB とハースは常に残り物を拾うことはできましたが、特に RB は最近力強い進歩を遂げてマイアミでは好成績を収めることになりました。角田選手はレースで7位に入り、スプリントでの1ポイントを加えて7ポイント獲得しました。チームメイトのダニエル・リカルドはスプリントで4位に入り5ポイント獲得し、チームは今週末12ポイントを獲得しました。RB は2024年にすでに19ポイントを獲得していることになります。昨年と比べると前半からポイントが獲得できていて、昨年のポイント数に迫る勢いです。シーズン後半の覇権争いにおいて RB はすでに好スタートを切っているとモータースポーツトータル .com は指摘しています。マイアミでのレース後、角田選手は次のように話しています。信じられないペースがあった。最終スティントではフェラーリやマクラーレンとほぼ互角だった。僕たちがどれだけハードにプッシュしているか、そして今年の進歩を示している。ダニエルが4位だったことはマシンにどれだけのペースがあるかを示しているんだ。角田選手が初めてポイントを獲得したのは第3戦のオーストラリアグランプリで、チームメイトのリカルドは不調でポイントが取れませんでした。しかし中国グランプリで流れは変わり、新しいシャシーを手に入れたリカルドはランス・ストロールに追突されるまでは納得のいく走りを見せていました。一方の角田選手はケビン・マグヌッセンとの接触でリタイアになりました。モータースポーツトータル .com によると、角田選手は次のように話しています。あのレースのことはもう忘れてしまったし、思い出したくもない。もちろんまだメルセデスと同じレベルには達していないが、今日はメルセデスよりも速いペースで走ることができた。このままいけばいつかはトップ5チームに追いつけるだろう
今のところ彼らはまだ僕らにとって早すぎるけど、それが今の目標なんだ。チームの多くのメンバーにとってホームレースであるイモラにチームは大きな期待をしています。昨年はエミリア・ロマーニャ州の洪水災害のためにレースが中止となり、角田選手は残念に思っています。昨年は大変な思いをしたので、今回はエミリア・ロマーニャのために良いレースをしたい。ビザキャッシュアップ RB は2023年のシーズン終了から2024年のシーズン開幕までのウィンターブレイクで最も話題になったチームの一つでした。ローラン・メキースとピーター・バイエルが率いるこのチームはここ数ヶ月でレッドブルレーシングとのパートナーシップを強化しています。所有者が同じレッドブルグループであることを考えれば何も不思議なことではありません。しかし昨年の12月から今年の1月にかけては非常に慎重にマシンについて話をしていました。この RB とレッドブルの結びつきの強さは、マクラーレンの CEO であるザク・ブラウンは2チーム間で合法的でない動きを生み出す可能性があることに懸念を表していました。実際には V カーブ01は少なくとも最初の数レースはかなりパフォーマンスが低い状態でした。4レース前からはその傾向が変わり始め、メルボルンとマイアミの間で19ポイントを獲得し、コンストラクターズランキングで6位の状況です。 RB はコンストラクターズ選手権のトップ5を目指しています。ランキングを見ると5位のアストンマーティンが23ポイントリードしていて、まだかなりのポイント差はあります。 RB はシャシー交換でリカルドが復調し、常に成長を続ける角田選手に頼ることができるようになった今、その目標はそれほど達成不可能なものではなさそうです。モータースポーツ .com イタリア版は次のように角田選手の成長ぶりを指摘しています。この回復の立役者はまさに日本人ドライバーなのだ。それは単に結果だけを求めるのではなく、あらゆるコースでより堅実で安定した競争力を持つようになったということなのだ。今の角田選手はマシンの進化にも自信を持っています。忘れたいレースの中国を除いて、僕たちは常にトップ10に入りポイント争いを繰り広げていた。ほとんどのレースでそうだった。8番手、9番手、7番手、4番手と10番手争いだけではなかった。僕たちの進歩はとても速い。マイアミでは彼らとの差を縮めることができたし、2台のメルセデスのうちの1台よりもコンスタントに速かった。だからこの調子でいけばいつかはコンストラクターズ選手権でトップ5に入ることができるだろう。つまり今は彼らが僕らよりずっと速いというわけではないんだ。それが今の目標なんだ。シーズン開幕前に期待されていたひょっとしたら表彰台という可能性も出てきたかもしれません。各チームもイモラのエミリア・ロマーニャグランプリではアップデートを入れてくるようなので、どのような序列になるのか楽しみですね。 F1 角田裕樹、マイアミグランプリパワーランキング2位に選出。 RB 躍進の立役者は角田、いよいよイモラでトップ5を狙うの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。